現代はインターネットの普及で SNS に個人情報が流出するリスクが高いですよね。BTS メンバーも被害に遭っていたことがあるのをご存知でしょうか。今回は BTS の個人情報が流出、事務所スタッフか左遷か闇深い裏側を調査をお届けします。BTS メンバーの流出されるはずがない個人情報やプライベート写真、そして左遷による過激な付きまといなどの情報がたくさん溢れており、ファンとしては悲しくなるエピソードも。自民の滞納通知書から個人情報が流出。2022年4月25日 BTS メンバーの自民が健康保険料の滞納により国民健康公団によって所有するマンションを差し押さえられたことがニュースになりました。その際に健康保険料の滞納通知書の個人情報がネット上に流出してしまっていたのだとか。その通知書には自民の実名、住民番号、住所、保険料滞納期間、差し押さえ年月日、滞納金額と差し押さえ関連の個人情報がすべて記載されていたそうです。そもそもなぜ自民は健康保険料を滞納してしまったのでしょうか。BTS メンバーは多忙で家を空けることが多いので、事務所が一貫して郵便物などを管理しており、その時に手違いが発生し、今回の健康保険料の滞納という事態を招いてしまったと所属事務所から発表されました。しかし、自民は今年1月30日に盲腸で手術・入院をしているので、なぜその時に滞納の事実がわからなかったのか、そして3ヶ月もの間差し押さえ状態になぜ事務所は手を打たなかったのかなど疑問は増すばかり。それに加えて今回の個人情報の流出もあったので、ファンたちは所属事務所に不信感が拭えませんでした。滞納していたとしても、ここまでの個人情報が流出するはずはありません。このことからファンの間では事務所にいる身近な人物が怪しいなど様々な声が上がりました。実際、ハイブ内部から流出したことは不明ですが、自民の個人情報がさらされてしまったことは事実なので、これからはきちんと管理してほしいものです。現在はもちろん支払いは完了して解決済みとのことですが、どこかモヤモヤが残るエピソードでした。テテのパスポート写真が流出。2020年にテテのパスポートのコピーが流出したと話題になりました。その事件は、とある YouTuber が自身のチャンネルでそのコピーされたパスポートの画像を掲載。もちろんパスポートなので、テテの本名、住民登録番号、パスポート番号などが記載されていましたが、その動画を見たファンがすぐさま通報したため、パスポートのコピーと思われる写真と登録チャンネルは削除されたとのこと。問題になったパスポートの画像がテテ本人のものかは確認されておらず、もしかしたら偽造なのではと憶測が飛んでいます。それはなぜかというと、通常のパスポートに使われる発行日時と有効期限が違い本物ではない可能性が高いそう。しかし、本物でも偽造でも、今後、こういう行為はやめてほしいものです。今回は、早々にアーミーが画像を見つけ削除に至ったことから、改めて BTS のファンダムアーミーの頼もしさを痛感しましたよね。パスポート画像の流出は、決して BTS だけの問題ではなく、K-POP 界で深刻な問題になっています。基本的にパスポートは国際的な身分証であるため、厳重に管理されなければなりません。それが職員の不手際でカメラに映ってしまい、流出という事例が後を絶たないそう。ファンとしては、アイドルも一人の人間なので、プライバシーを守ってあげてほしいと願うばかりです。もし、これから今回のような事件が起こったときは、保存や拡散はせず速やかに通報し、BTS メンバーたちのプライバシーをファンたちも一緒に守っていかないといけませんよね。過去に流出したプライベート写真。BTS にはファンを通り越して左遷に表変してしまう人もおり、
メンバーたちも長い間悩まされてきました。左遷とは、私生活を追い回すファンの略で、アイドルたちのプライベートをつけ回す日本でいうストーカーのような行為をするファンを指します。彼らが海外へ移動する際、チャーター機を使用していますが、それも左遷対策だそう。空港で出待ちするぐらいなら、まだしも、搭乗する飛行機にも同乗されたら休む暇もないですよね。そんな左遷は、彼らのプライベートまで追い回し、無断で写真を撮影したりと、メンバーを精神的に追い詰めることも、2019年にデビュー以来初めての長期休暇を取得した BTS メンバー。所属事務所は、メンバーと遭遇しても、彼らが個人の時間を楽しめるように配慮をお願いしますと、メンバーが一個人として過ごせるようファンたちに求めました。しかし、パリを訪れたジミンを無断で撮影し、SNS での拡散が後を絶たなかったそう。それを見たアーミーたちからは、20代らしい、普通の休暇を過ごせるように祈っていたけど無理だったみたいだね。たとえスーパースターでも日常を尊重されるべきと悲しみの声が。そして、最も衝撃だったのが、ジョングクを追いかけてトイレにまで侵入し盗撮した左遷がいたとのこと。それは、2016年にママに出演した際、ジョングクがトイレという完全プライベート空間で左遷に盗撮されていたのです。かろうじて、スタッフらしき男性がいたので大事には至らなかったそう。しかし、狭い空間で逃げ道もなく、すごく怖い思いをしたでしょうね。憧れているアイドルに会うと、相手の気持ちも考えず暴走してしまう気持ちはわからないでもないですが、大好きな人だからこそ、節度を守って接しないといけないのではないでしょうか。メンバーのスケジュールも流出。最近では、個人情報やプライベート写真の他に、BTS メンバーのスケジュールの流出も問題になっています。それは2019年の出来事で、韓国のコミュニティサイトに公式でも発表されていない情報が投稿されました。そこには、BTS は今年カムバックをしない。12月31日の MBC の歌謡大祭典には参加せず、アメリカでタイムススクエアカウントダウンイベントに出演すると投稿され、その情報があまりにも正確だったのです。BTS の所属事務所がアメリカのイベントに参加することを発表したのが12月18日で、コミュニティサイトに投稿されたのが10月16日と2ヶ月も早く情報が流出していたことになります。この事実を知ったアーミーたちは、BTS のスケジュールにここまで詳しいのはおかしい。投稿者がビッグヒットのスタッフなのではないかと疑問に思い始め、もし本当に事務所関係者の仕業なのであれば、メンバーの安全が脅かされると心配に。そんなアーミーたちが所属事務所に今回投稿されたコミュニティサイトを報告するとともに、内部情報やスケジュールが流出しないよう保安管理をしてほしいと要望したとのこと。スケジュール内容が流出してしまうと左遷につきまとわれる原因を作ってしまうことになるので、BTS メンバーの安全のために気をつけてほしいですよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は BTS メンバー個人情報やプライベート写真が流出してしまった事件について調査しご紹介しました。左遷による過激な行為だったり、もしかして事務所スタッフが流出させたと思う事柄ばかりでとても驚きましたよね。世界中で絶賛されるほどファンマナーが良いと言われているアーミーは、日頃から BTS が恥ずかしくならない応援をするように心がけているそう。今回紹介したのは一部の過激なファンなので心配しないでくださいね。これからも正しく BTS メンバーを推していきましょう。